考実験シリーズ。今回は、哲学者デイビッド・チャーマーズが1996年に意識する心という本の中で登場させた、哲学的ゾンビという思考実験を紹介するよ。哲学的ゾンビ？なんか聞いたことはあるけど、どんな話なの？じゃあ早速チャーマーズ先生に登場してもらおう。やあ哲学者のみんな息してる？今回は哲学的ゾンビについて説明しよう。みんなはゾンビと聞くと、死んでて、ちょっと腐ってたり、人を見ると噛みつく。そんな、イカれたものを想像しているかもしれない。そういうハリウッド映画とか小説に出てくるようなゾンビと哲学的なゾンビは違うんだ。我々の世界と全く同じ物理状態を持ったもう一つの世界、ゾンビ世界を考えてみてほしい。ゾンビ世界にいる私をここではゾンビ双子と呼ぼうか。ゾンビ双子は、分子の一つに至るまで、現実世界にいる私と同一だ。一点だけ違うのは、ゾンビ双子は意識体験だけが全く抜け落ちている。私が草を見て感じる独特の感じや、風の匂いの感じ、そんなものだけが彼の中には全くないんだ。ゾンビ双子は機能的には、私と全く同じ振る舞いをするよ。虫に刺されれば、それに気づくし、虫から逃れようともするだろう。ただ、虫に刺された時の痛みの感じ、それだけがないんだ。機能的ってそもそもどういう意味なの？機能的とはファンクショナルの訳だけど、英語のファンクションは、関数とも訳される。つまり、数学の関数と同じだ。ものすごく簡略化して言うと、現在の神経科学や心理学が心を説明する理論として採用する、機能主義では、痛みを、虫に刺されるという入力があると、虫から逃げるなどの行動を出力させる関数、つまり機能として考えるんだ。ゾンビ双子は、心自体を持っていないわけじゃない。悲しいドラマを見れば、涙が出る。ただ、その悲しみの意識体験を持っていないだけなんだ。こういう現実の人間と物理的機能的には全く同じだが、意識体験を書いたゾンビを、私は現象的ゾンビ、哲学的ゾンビと名付けたんだ。詳しい解説は例文にしてもらうとして、私の哲学的ゾンビが抱える現象判断のパラドックスを紹介するときに、また会おう。なんかパンクな人だったね。ファッションも含め、とても面白い人だね。チャーマーズは、もともとコンピューターサイエンスを研究していて、心の哲学に転向してきた人だから、その哲学もコンピューターサイエンスの発想に基づく部分がとても多い。そのあたりも、後で話していくね。まず、この動画シリーズではすでに何回か登場しているけど、チャーマーズが哲学的ゾンビに欠けていると言っていた意識体験クオリアについて説明しておこう。クオリアとは、この赤い丸を見た時に感じる赤い感じや、青い丸を見た時に感じる青い感じといった、意識体験に伴う内的な質を意味している。感覚質と訳されることもある。じゃあ、そもそもなんで哲学的ゾンビなんてものを考えたのか？チャーマーズが哲学的ゾンビを登場させた理由は、意識のハードプロブレムの存在を示すためなんだ。意識には、解きやすい問題、イージープロブレムと、解きにくい問題、ハードプロブレムがあるとチャーマーズは言う。意識の解きやすい問題とは、現在の認知科学や神経科学が扱う意識の機能的側面で、脳が環境からの刺激をどう処理しているのか、そして、脳はどのように体の各部に指令を行っているのかなどの問題だ。あ、さっきチャーマーズ先生が言っていた関数と同じだね。痛みの刺激を、脳が処理して、体に指令を送っているんだね。一方、そういった機能的な説明では、説明できない、意識の解きにくい問題、ハードプロブレムこそ、意識体験クオリアを説明することだとチャーマーズは主張している。チャーマーズは、現在の神経科学のような唯物論では、意識体験を説明できないことを示すために、哲学的ゾンビを用いた、ゾンビ論法という議論を展開するんだ。ゾンビ論法は、創造可能性を根拠にするという意味で創造可能性論法と呼ばれたりもする。最初に、我々の世界には意識体験があると漠然と信じている段階がある。ここでは、意識には質的な部分があると経験的に感じているだけなんだ。次に、物理的には我々の世界と同一でありながら、我々の世界の意識に関する肯定的な事実が成り立たない。論理的に可能な世界、つまりゾンビ世界を私たちは考えることができるとチャーマーズは論じる。意識体験だけがない、哲学的ゾンビのいる世界だね。3番目に、物理的に現実世界と全く同一なゾンビ世界が論理的に思考可能だということから、意識体験、クオリアは、物理的事実とは異なる我々の世界に関する新たな事実であると考えられる。そこから結論として、物理的知識に基づいて、意識を説明できると考える唯物論は誤りであると導いている。ゾンビ世界が論理的に思考可能なだけで、唯物論では説明できない意識体験の存在を証明できるのかな？それに対しては、チャーマーズは十分だと考えているみたいだね。論理的に不可能だということを証明するのは、唯物論側の仕事だと言っている。
ただ、それだとあまりにも簡潔すぎるので、少し議論の前提を検討してみよう。おそらくチャーマーズの言うゾンビ世界は、現在の唯物論、機能主義に基づく、神経科学で明らかになった事実や、明らかになるであろう事実から、人間を再構成してみても、意識体験は宿らないという主張だと思う。さらに、あえてゾンビ世界を想定するのは、意識体験の一人称的側面を排除する必要があるからだと思う。つまり、クオリアを感じるのは、どんな場合でも私一人だからだよ。他人がクオリアを持つかどうかは、私自身からは区別がつかない。現実世界での他人と哲学的ゾンビは区別がつかないんだ。だから、私自身の双子ゾンビを想定することで、物理的機能的には私と全く同じでありながら、クオリアを持たないことがあり得ると主張する必要があるんだと思う。そして、哲学的ゾンビを導入することで、クオリア問題を科学的記述三人称、と主観的記述、一人称の違いに基づく、認証に関わる問題ではないことを示すことができる。そこから、クオリアを実在するものとして論じることが可能になるというのが、チャーマーズの狙いだと思う。物理主義からすると、科学は三人称的に世界を説明するものだから、一人称的に経験されている意識は記述できないのは当然。クオリアは所詮、認証問題だという反論を防いでいるのか。あえて自分自身にも意識状態が存在していない世界を導入することでね。物理主義を批判した上で、チャーマーズ自身は自然主義的な二元論という立場を主張している。自然主義的な二元論。自然主義という言葉は、イコール物理主義とも捉えられるからややこしいんだけど、チャーマーズは意識もまた自然の一部として捉えているんだ。自然は、物理主義で説明できる部分と説明できない部分、意識クオリアからなると考えるんだ。その上で、科学自体を今までの物理主義に加えて、意識の理論を含んだものに拡張する必要があると主張しているんだ。なるほど、あくまでも意識を科学の対象として捉えているんだね。しかし、チャーマーズはここで自然主義的な二元論の問題点として、現象判断のパラドックスが生じてしまうことを論じている。またあったね。世界が物理主義的に説明できる部分と、意識、クオリアという二つからなるという二元論に立つと厄介な問題が生じるんだ。現実世界にいる私とゾンビ世界の双子ゾンビが、機能的物理的に同一だとする。すると、現実世界の私と同じく、ゾンビ世界の双子ゾンビもまた、意識のハードプロブレムについて論じ、ゾンビ論法で、クオリアの実在を証明しようとするだろう。その時、双子ゾンビがクオリアとして語るものは一体何なんだろうか？そんな疑問が生じる。つまり、思考や推理といった機能面が同じで、クオリアに言及することができるが、クオリア自体はそこに関わらないという矛盾した事態が生じるんだ。どういうこと？詳しく説明していくね。まず二元論の主張は、意識の主観的側面、現象意識、クオリアは、物理世界から独立しているというものだった。一方、物理主義が考える物理世界は因果的に閉じたものである。つまり、物理的なもの以外がそこに影響を与えることはできないんだ。その場合、私たちがクオリアについて何らかの信念を持ったり、判断したり、報告するといった、現象判断を行う際、そもそもクオリアは、その判断自体に何ら因果的に関わっていない、というパラドックスが生じてしまうんだ。クオリアについて語っているけど、そもそもそこにクオリアが関係してないとしたらまずいよね。どうしても、物理的な世界とそこから独立した意識のように世界を、二元論的に捉えると、両者の因果関係を説明する問題に直面してしまうのは避けられないと言えるね。チャーマーズ自身は、脳は意識と相互作用することでそれについて語っているのではなく、現象意識クオリアの気づきに基づき、現象判断を行うと述べている。つまり、物理的な因果関係の中にある脳が、意識の中にあるクオリアに気づいて、それを報告しているから、パラドックスは解決できるという考え方だよ。これならクオリアはあくまでも脳に認識されるだけだから、クオリア自体が因果的な影響を与える力がなくても良いからね。脳がクオリアについて報告するのか。なんか自分の心が二つに分割されているようにも感じるね。まあ、一つの心とは言っても、本能に近い部分とそれを制御している部分というのは、誰でも感じているから、その点では違和感のない解決策なのかもしれないね。ただし、クオリアは認識される側だとしても、因果的影響力がなければ、そもそも認識すらされないのではないかという点は疑問が残るけどね。その後の、チャーマーズの議論の広がりを紹介しておくと、自然主義的な二元論の延長として、世界の究極的な実在は情報であり、物理現象と意識体験、クオリアを共に情報として扱おうという議論がある。これを情報の二層理論と言っているけど、異なる性質を持つものを、より中立な性質の概念に統一しようという立場で、中立一元論とも言われる。チャーマーズは映画マトリックスの大ファンで、解説を書いたりもしているけど、
すべては情報という世界観は、彼の哲学でもあり、ぴったりなんだろうね。もう一つ、構成不変の原則という議論があって、これは意識が脳の機能構成によって成立するとすれば、脳以外の物質にも意識が宿る可能性があるというものだ。つまり、意識は脳の素材に依存しているのではないから、機械や自然物の中にも宿る可能性があるとしている。なんだか、神が至るところに宿る半身論みたいな話だね。そして、この話は多重実現可能性という概念として、コンピュータの世界でも有名だね。例えば、Android や iPhone といった違う機種でも同じアプリが使えることを考えると理解しやすいかも。ハードに依存せずにソフトが実現できる。つまり多重、マルチに実現できるんだ。この情報の二層理論や、構成不変の原則あたりの発想は、コンピューターサイエンス出身のチャーマーズらしいアイデアだなと思うね。最後に、デイビッド・ジョン・チャーマーズについて少し紹介するね。チャーマーズはチャルマーズと発音する場合もあるね。チャーマーズは、1966年生まれのオーストラリアの哲学者で、現在はオーストラリア国立大学教授として心の哲学の分野で活躍している。1982年、高校生の時国際数学オリンピックで銅メダルを獲得。オーストラリアのアデレード大学で数学とコンピュータ科学を専攻。卒業後はローズ小学生として、イギリスのオックスフォード大学リンカーンカレッジに渡り数学を専攻する。しかし自身の興味の対象が数学から心の哲学に移り変わってきたことを実感し、一年発起する。アメリカに渡りダグラス・ホフスタッターの下で心の哲学を研究するようになる。数学オリンピックでも活躍していたんだね。数学から哲学に行く人って意外と多いよね。今回紹介した哲学的ゾンビが登場する意識する心という本は、チャーマーズが28歳という若さで発表した本でありながら、多くの注目を集めた。結構分厚い本だけど、チャーマーズは、意識のハードプロブレムや哲学的ゾンビなど、新しいアイデアを思いつくのが好きな人なので、読んでいて飽きないし、あくまでも科学的に、意識体験やクオリアを扱う方法を探していく過程が書かれているので、読んでいてとても面白いです。AI や量子力学の自由論も登場するので、そういった話に興味がある人や SF 作品が好きな人も楽しめると思います。ぜひ、興味を持った方は読んでみてください。意識体験、クオリアについては、トマス・ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことか、フランク・ジャクソンのメアリーの部屋なども解説しているので、ぜひそちらもよろしくお願いします。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。